朝5時過ぎですね。ホーチミンからソンドン洞窟のあるドンホイに向かいます。ドンホイ行き。ドンホイ空港到着です。一応ちゃんとターンテーブルあるんだね。もっとちっちゃい空港かと思ってたけど。オクザリスのツアーの方が送迎に来てくれました。コマンダーロッジにチェックイン。綺麗だな。結構綺麗な部屋だな。エアコンもあるし、冷蔵庫もある。ホットシャワーは出るのに15分かかるって言われたけど、良さげ。結構やっぱり白人の欧米のバックパッカーの方がちょこちょこいますね。ここも別にソンドン洞窟のツアー以外でも使われてるみたいです。アメニティもあるね。歯ブラシとかシェービングキット、石鹸もある。ボディーソープとかそういうのはこれかな。シャワージェルとシャンプーありますね。でバスタオルもある。でコーヒー冷蔵庫、これ水も飲んでいいそうですね。で今日は夕方5時からですね、なんか説明会みたいなのがあるらしくって、それまではね自由にしてていいよっていうことらしいです。まだね10時前なんで、チャリがタダで借りれるんで、それでその辺に行ってくるかなって感じですね。お昼ご飯もどうしようかな。でツアーに行くときはですね、このセミドライバッグを1個貸してくれます。15リッターかな。15リッターで、ツアー中はこれに最大7キロの荷物を入れて、それをポーターさんが運んでくれます。でそれをキャンプサイトに持ってってくれるので、トレッキング中とか移動中はこれは使うことはできないんですけど、これに予備の洋服とか次の日使うものを入れていくって感じですね。で、今回持ってきてる大きいバックパックの方はもうここに置いてきます。で、ツアー終了時に回収できるそうです。なんでこのツアー中に全く使わないものは全部こっちに入れていくって感じですね。ホーチミンで買ったお土産とかはもう置いてきます。で、この、これ30リットルだったかな。30リットルのバックパックを自分で背負っていく感じにします。で、これはねウェブページに載ってるものと同じ内容ですけど、何が必要か、着替えとか、ヘッドライトとか、そういうことが書いてありますね。あとはキャンプサイトの洋服とか、パーソナルアイテム、蚊よけ、サングラス、小さいタオルとか、歯ブラシとか、あとモバイルバッテリーとかですかね。で、耳栓とか、これなんて言うんだっけ、塩分タブレット、リハイドレーションタブレット、そういうものは自分で各自用意してくれっていうことが書かれています。なんか特殊な荷物が必要かと言われると正直そんなことはないかな。でも靴ですね。水の中をね何度も川を通るらしくって、このゴアテックスとか、ウォータープルーフの靴はダメと書いてあります。なんで今回、メレルのトレッキングではなくって、トレイルラン用のウォータープルーフじゃない、排水性がある靴を今回は持ってきてます。そこだけちょっと要注意かな。で、How to Pack だ、この赤い7キロまでの袋に何を入れるっていうことが書かれてますね。キャンプサイトで使うものとか着替えとかそういうものを入れろってことが書いてあって、自分のバックパックで自分自身で運んでねっていうふうに書かれているのが、飲み水、これは提供されるそうです。あとはカメラとか、薬、サングラス、日焼け止め、あと靴ずれの予防ですね。私もいくつかテープは持ってきてます。であとヘッドライトとヘルメットとグローブは、貸してくれるんですけど、これは自分自身で運ばなきゃいけないので、ヘルメットがですね入るサイズの30
10リットルぐらいのバックパックにしてねっていうのが指示にも書かれていました。ちょうどみんなチェックアウトした感じなのかな。このチャリは無料で借りれるらしいんで、ちょっとそれで散歩に行ってみようかな。川沿いに街がこうずらーっと並んでる感じ。結構たくさんレストランとかカフェとかホテルもあるみたい。なんかこのツーリズムセンターって書いてあるからなんかあんのかなと思ったんですけど、チャリ止めようとしただけでお金取られるんでちょっとだるいなんかお土産屋とかがちょっとまとまってる感じなのかな。この辺が多分一番栄えてるのかな。ホテルとかコンビニとかそういうお店が結構たくさんある。ドンホイにも偽物系のウェアを扱ってる店はあるけど、あれ高いな。ここはアークテリクスのゴアテックスのジャケットはね130万だったんで、だいたい8000円しないぐらいですね。あんまりホーチミンと変わんなかったな。最初もうちょっと高い金額言われたんですけど、なんか何も言ってないのにどんどん値切られてってすぐ価格がかなり下がりましたね。こういう川沿いのデッキのあるカフェみたいなのがたくさん並んでる、いい雰囲気。ただまあまあ暑いからな、なんかちょっとしんどいかも。これで街は自転車で一周してきたことになるんだけど、全然人いないなと思ってたけど、みんなツアーに行ってるんだね。もうこの時間は多分朝7時とか8時に出てるからだと思うんですけど、どんどん船で帰ってくる。この人たちはデイツアーとかでどっか軽い滝とか洞窟とか見に行ってんのかな。向こうの方にもねすごいたくさん船がいるんだよね。ホテルからちょっと行ったところにミュージアムがある。ミュージアム今年できたんだね。2026年にできたみたいで、なんか各都市の主要な出来事とか調査とか、あとはなんかこう大きなメディアとか、わこれかっこいいな、なんかそういうのが載ってる。田んぼのお米の香りがする。ここがオクサリス自体の事務所になってるみたいだね。まずここが、この本屋、この土地が昔どうだったかっていうことと、それらを発見したこのイギリス人の探検チームかなについての紹介。あとは1990年からこう1年ごとにどんな発展をしてきたかっていうのが今年の2026年まで書かれていて、BBC とかナショナルジオグラフィックの番組がここで無料で見れるようになっていて、あとエクイプメンツ、道具ですねがちょっとこう紹介されてたりとかします。で今日5時からの説明会の時にここに私のそのソンドンドックスのツアーのグループも来るのは知ってたんですけど、だからね10分ぐらいしか入れないらしいんで、興味のある人はね先に来たりとかツアー後に来てもいいかもしれないですね。でこのなんか 5D アクションみたいな、なんていうんですかこういうのアトラクション、これは50万ドンなんで、3000円ぐらいかな、3000円ぐらいでできるらしいですが、係のお姉さん曰く、普通に洞窟に行く人は、別にやらなくてもいい、もしくは興味があったら行った後にやった方が面白いと思うよっていうのは教えてもらいました。このフォンニャっていう村はなんか1990年代より前はもうただの郊外の町っていう感じだったらしくて、ホーチミンルートはだからベトナム戦争の時の爪痕みたいのは結構あったらしい。こう爆弾を除去しているとか。で90年代にこのハワードさんっていう方が洞窟探検を始めて、2003年に世界遺産に登録されて、洞窟による観光によって5000人以上のローカルピーポーを雇用していて、150のホテルがあるというような形で村を発展しましたみたいなことが書いてありますね。マシンガンみたいなの持ってる。
この辺がソンドンケーブのメインの、多分最後の方に行くエリアかな。これか。2010年に調査された。うわ、ソンドンケーブでダイビングできるんだ。いいな。いつかやってみたいな。さすが二輪車大国のベトナム。チャリももうなんか2人乗り前提用で、ステップがもう最初からついてる。泊まっているコマンダーロッドのレストランのバーのメニュー。コマンダースペシャル。カレーとかで75,000円だから400円、400円ぐらいかな。ビーガンメニュー、ウエスタンフレーバー、チキンバーガーとかで500円ちょっと。ビールとかもあるのかな。ビールが200円ぐらいかな。200円しないな。170円ぐらい。洞窟に持ってく荷物はざっとこんな感じですね。バッグは、これを持っていきます。タバコ、帽子、サングラスで、これはね GoPro の撮影用のマウントとかチェストマウントとか、あとは予備のなんていうの、これネジとかですね。で、一応使わないとは思うんですけど、スマホの防水ケースも持ってきました。で、ヘルメットに GoPro とかをつけるのは禁止らしくって、胸チェストマウントにつけるか、こういうリュックのこういうベルトのところにしか、つけられないそうです。ヘルメットはね、安全上の問題で禁止って言われましたね。で、新しい GoPro のミッション1を購入しました。プロではなくミッション1無印の方ですね。で、モバイルバッテリーがですね、これ洞窟の中で一度も充電は当然できないので、結構大きいものをですね、持ってきました。これが、アンカーの26,800ですね。パワーコア 26,800 で、これもアンカーの、パワーバンク737ってやつですね。これが容量が、これもね、どこに書いてあるんだこれ。これかな、違うな。24,000ぐらいだったと思いますね。これも。24,000ぐらいかな。だから一応これ2つで、スマホと GoPro を、4日間か、ほぼフルで充電できる一応計算をしてきました。で、これは、ネットでね、レンタルしましたね。1週間で確かね、4,000円ぐらいだったかと思います。なんで、買うとね、これ多分2万円ぐらいするんで、借りちゃった方が楽かなと思ってます。で、いらないと思うんですけど、ゴアテックスのレインウェア、一応夜とか寒かったり、あと雨の中歩くこともあると思うんで、レインウェア。下はね、持ってこなかったですね。どうせ川とかをね、ガンガン渡るんで、下半身は多分常にずぶ濡れなんで、パンツは持ってきてないです。で、長めの三脚にもなる自撮り棒、メモ用紙、サングラスケース、目薬、塩分チャージとかラムネはですね、結構たくさんこっちに、持ってきてます。アミノバイタルとか、塩分チャージとか。で、お菓子は、行動食があった方がいいかなと思って、羊羹とか柿ピーとか、私山行くときよくこういうなんか酸っぱいグミが好きなんで、それを持ってきてます。行動食はね、ちょっと重いし正直いらない気もするんですけど、一応持ってきました。で、防水の袋に、部屋着ですね、キャンプサイトで着る完全に乾いてるやつ、ハーフパンツと、シャツ、あとは着圧ソックス。これ飛行機乗るときいつも持ってきてるんですけど、着圧ソックス。で、防水の袋を何個か持ってきてます。バッテリー入れたりとか、するので、持ってきてるのと、これが中からは浸透する、着たものをですね、入れとくやつかな。一応キャンプサイトに、洗濯物干すところあるらしいんですけど、洞窟の中なんで多分ずっと湿ったままなので、ビニール袋の中に入れるとちょっとやばいかなと思って、これは内側からは空気を、湿気を逃がすやつを持ってきました。あんまり意味ないかもね。で、ザックカバー、手袋もね、一応レンタルというか、タダで貸してくれるんですけど、一応1個持ってきました。で、ヘッドライト。撮影にも使うんで、自分でも持ってきました。ヘッドライトもレンタルあるんですけど、私は1個追加で持ってきてます。で、一応、靴ずれ防止のクリームと、靴ずれ防止のテープ。あとは、
このキネシオタイプのテープ、ちょっとどこに入れたっけな、多分こっちかな、ホワイトテープも持ってきてます。この辺は普段フットサルやってる時とかにもたまに使うんで、ちょっと足しんどくなってきたから使おうかなと。で、あとなんかベビーパウダーみたいなのがあると便利らしくって、多分足がずっと出れたりするんで、その不快だと思うんで、一応持ってきてます。でも使うかな、どうだろう。で、スマホの紐、ラムネ、水筒、一応ボトルもね借りれるらしいし、ずっと常温の水だと思うんで、いるかな、どうだろう、ちょっと相談ですかね。でこれも足用に持ってきてます。なんつうの、炎症を抑える湿布で、ボディタオルっていうの、この体拭くやつ、シャワーとかもね3日間浴びれないんで、ただ川とかにも入れるらしいんで、一応リフレッシュはできるみたいですね。で、ディートが入ってる虫除けとドライシャンプー。これも使うかどうか、ちょっと正直わかんないですね。で、靴はメレルの、アジリティピーク5のノンゴアテックスですね。を持ってきました。で、インソールはふるさと納税でオーダーしたやつに交換をして、これで、靴は持っていこうと思います。で、トレッキング中の洋服は、サッカーのユニフォームが、写真が結構映えるみたいで、なんでなるべく色が明るいものを持ってきてねっていう風に言われたので、黒よりはこういう方がいいかなと思って、ユニフォームを日数分4枚と、ハーフパンツは2枚しか持ってきてないです。これはユニクロのギアパンツですね。もう1個ノースフェイスのやつ持ってきてます。で、ソックスは結構迷ったんですけど、インジン時の中厚手になるのかな、トレッキングソックスにしました。で、コットンが含まれてないやつ、多分これメリノールも入ってないような気がするんですけど、ほぼポリとかナイロン系の、なるべく乾きやすいやつを選びました。で、一応ロング丈のやつですね。多分ね、これも本当一日中ずっと濡れてる状態なので、ちょっとそこがね、普通の、ウィックロンとか、モンベルのやつは、ちょっとコットン入ってるんで、避けました、今回は。で、ヒルが私すごいトラウマなので、上下をこういうコンプレッションウェアにしてます。これも Amazon で、3着2000円とかで買って安物なんですけど、一応機能としては十分ですかね。で、あとワークマンで買った、これかな、こっちか。着圧なんですけど、これ冷感機能がついてる、すっごいこれ涼しくって、ただね、これはもしかしたら洞窟内だと逆に寒いかもしれないので、ちょっとこの一応、明日ジャングルを歩くときはこっちの涼しい方で、洞窟内はこっちの中圧での普通のやつで行こうかなというふうに思っています。なんかね、キャンプサイトはね、こういう半袖半ズボンでもね、大丈夫らしいんで、あとは、ユニフォーム類と、一応、これも本当に一応なんですけど、コルセットも持ってきてます。5時になったので、メンバーとブリーフィングに向かいます。The reason why we do this museum, we want to be every year the cave, every year, every month, the cave. 400個以上洞窟が発見されてるらしくて、このホンニャケ湾国立公園っていうのはラオスの方にも同じぐらいの広さがあるらしくて、そのうちの 40% しか未だに調査が行われてないらしい。The red one. This one is the not river. This one is the road. Okay. Yeah. This one will keep go too loud. Okay. And we you see the bridge there, Traang Bridge. We will turn left. Everybody, we turn left. Okay. And we keep going to there. Yeah. And then we start to do trekking from there. And we move down and we go to Hang En. Okay. Yeah. Go to Hang En. We came inside Hang En. We go through Hang En and we go to Hang Sandong, okay? Yeah. And we have 今回のツアーは今年で95回目のソンドン洞窟のツアーだそうです。1回10人で100回やって年間1000人しか観光客が入れないそうですね。このドンホイも空港自体は11年前ぐらいにできたらしくて、それまで陸路で来る必要があったからすごい大変だったそうですね。で、その頃はホテルがほとんどなかったらしくって、オクサリスは初めてケーブツアーをやった会社だそうですが、最初数人からスタートして今は600人の従業員がいて、うち500人はローカルピーポーの雇用をしているそうです。And then everybody remember, you see Dulai? Everybody see Dulai? Dulai is mean the hole or the ceiling. Okay, when long time ago the cave formed,
and then the bottom not good, and the ceiling cut off, right? And they have the hole on the ceiling. They have 2 holes. ポメロリーフって言ってましたね。なんかすごいレモングラスみたいな、すごいいい香りがする。これをなんか料理とかサウナとかにも使うらしい。We live at Kamara Lodge, and the last day there's a canal. 無料のウェルカムドリンクがもらえます。 Crossing your shoe get wet, right? Sure, we're on the way. Go for it. 最後に同意書にサインをしてブリーフィングは終わりです。ブリーフィングが終わって夕食です。おー、リバーサイド。 This one tofu. Tofu salad. いう感じです。グッズも売ってるんだね。シャツが2400円とかか。スタッフが着てるやつかな。行きは送迎だったけど帰りはなぜか歩きですね。コマンダーロッジまで戻って今日はもう就寝です。